車買ったらすぐ施工、白山50。さあ今日はスズキのスーパーキャリー X リミテッド試乗編ということで行ってみたいと思います。ラブカス TV 川口学です。先日は皆さんにこちらの車の内外装チェックをお届けしましたけれども、いやユニークな1台ですが、果たして走りはどんな感じなのかというところをですね、お届けしていきたいと思います。何やらいつもとちょっとこう雰囲気が違う感じになっておりますけれども、こんな感じで現場に向かってる感が漂ってるのではないかというところですね。ハンドルもついこうグッと切りたくなる、そんなドライビングポジションでございます。さあじゃあ車がいなくなったので、ここから全開で行ってみたいと思います。レディーセットゴー。おうなれ R06A。 はい、かなり一生懸命加速しましたけれども、まだ50キロ台というですね、そんなスピード感覚でございます。で今回ですね、この試乗しているスーパーキャリーですけれども、ダブルキャブではないですけれども、リアにですねこのラゲッジスペースを備えたですね、ちょっとラグジュアリーバージョンというか、使い勝手の幅を広げたバージョンということになります。で、通常のですねキャリーありますけれども、あれよりもキャビンが大きめのものになっていて、ちょっと前後バランスでいうと前がかなりこう頭がでかい感じに見えますけれども、そこに荷台が装着されているタイプの車ということになります。ただ荷台もですね、なるべく長さ取れるように、内外装でもお伝えしたように、ちょっとこのラゲッジスペースの下にですねスペースが回り込むような感じにもなっているという、そんなですねレイアウトになっております。でこの、スーパーキャリーですけれども、搭載エンジンは 660cc の排気量を持つ直列3気筒の R06A と呼ばれるエンジンでございます。この NA バージョンが搭載されていて、最高出力は50馬力、これを6200回転で発生して、最大トルクですね、これは59ニュートン、これ3500回転で発生するということになります。そしてこれをですね5速のマニュアルに組み合わせて4輪を駆動する4駆モデルということで、4駆の切り替えはですね、ここにレバーがついているわけですけれども、今は後輪駆動で走っているような状況ということですね。ちなみにデフロックなんかもついておるということでございます。で今ゲートブリッジのあたり走ってるわけですけれども、もうすでに今5速に入ってですね巡航しているような状況というところで、本当に街中とかですね、そういったところで使うのが、主と言えるものですし、この荷台を使ってですね作業用に使うのはもちろん一番の使い方でありますけれども、それ以外にもですね、ちょっとこうアウトドアとかですね、そういった部分でも使える趣味の車にもなる1台と言えるところですよね。はい、で、このですねドライブトレーン、実は私にとってはかなり親近感のあるドライブトレーンでございます。 R06A に5速 MT を組み合わせて、基本後輪駆動なんですけれども、後輪駆動となると私が持っているハム太郎ケーターハム7をですね彷彿させるというか、まさにケーターハム7はこのキャリーのですねこのドライブトレーンを使って作られているというのが一つポイントなんですね。なので R06A エンジン、ケーターハムの場合はターボエンジンですけれども、これ採用していて、でそこからですね伸びるプロペラシャフトとリアデフですね、そしてトランスミッションはこのキャリーのものを使ってますので、同じ5速ということになるわけですね。なので私にとってはこれは非常に親近感のある1台ですし、本当はですね今日ハム太郎と一緒に撮影しようかなと思ったんですけれども、ちょっとですね朝雪が降ってしまったので出動させることができなくてですね、今日は単独のインプレッションということですが、そのうちですねこのキャリーとケーターハム7を共演させてみたいなと思っております。で車両重量はですねこの車840キロということで、当然ケーターハム7から比べたらですねだいぶ300数十キロ重いということですけれども、それでも840キロですから、この NA のですね50馬力のエンジンでもですねキビキビと走るというのが特徴です。なのでこんな感じでいかにも軽快な感じで
走ってるのが伝わるかと思いますし、ね、小気味いい感じで走っていくという、そんなですね感覚が皆さんにも伝わっているかと思います。そして、ここ重要なポイントですけれども、やっぱりめちゃめちゃ楽しいね、こういう軽のですね小さな車をマニュアルで操って乗るっていうのは相当に楽しい体験でございます。でサスペンションはですね、フロントがストラットですね、リアはリーフスプリングということで、商用モデルということなのでリーフになっているということですね。で装着タイヤは145のですね 80R12 という12インチサイズでございます。こういったところもなかなかですね、普通の車とはちょっと違ったサイズ感でありますけれども、それにしてもこのエンジンは気持ちいいよね。音がねシューンっていう感じで回って、ね、力もあって NA でも楽しく乗れてしまうというですね、そんなものになってますね。でこのスーパーキャリーの場合は、私がいる今運転席の後ろの部分ですけれども、ここに、ちょっとですね物が置けるラゲッジスペース的なものがですね入ってますので、ちょっとこう通常のキャリーよりはよりなんかこうパーソナルユースもできる要素がある、そんなですね1台になっております。いやでもこのキャブオーバーでねフロントタイヤの上あたりに多分乗ってる感覚ですけれども、この運転感覚もね独特ですよね。同じパワートレインを持ってるケーターハム7も独特ですけれども、それに勝るとも劣らない独特な感じがあって、でやっぱりキャブオーバーだとタイヤの上に乗ってるので、この操舵に対するですねこの反応の仕方っていうのが普通の車とやっぱり若干違うところがあるのが面白いところですよね。で今ね坂道もこれ全開です。全開でようやく力がこう徐々に乗っていくみたいな感じの、そんなですね力感ですね。力の出方はそんな感じの力の出方です。でもこうやって、街中で巡航しているような状況だと音はですね意外に静かな方ですよね。風切り音とかそういったものはほーというのは聞こえてますけれども、それ以外のですねエンジンなんかは結構回ってるだろうけれども、意外にですね音は入ってこないですし、こんな感じですね。ロードノイズがね回るっていうのはしょうがないですけれども、意外にねなんか快適に乗れてしまう。乗り心地もリアがリーフなのでどんな感じなのかなと思いましたけれども、意外にですね、ちょっとポンポン跳ねる感じの独特な雰囲気はありますけれども、なんかね楽しいんだよねこれね。ある意味スポーツカーみたいなもんですからねこれね、2シーターでね荷室がミニマムで、本当にだから低速でも相当に走ってる感がある、そんなフィーリングも味わえる1台でもあるわけですよね。だからこういう何気ないカーブもなんかね楽しくなってきちゃうっていうね、そんなところがありますね。でね割とねどのギアでもどの速度域でも全開率が高い、そんな車でもありますね。なので今この交差点を曲がる時もこんな感じでシフトダウンを決めて立ち上がり、こんな感じでいやこれスポーツカーだよ全然。本当にめちゃめちゃ楽しいもん。いや本当軽快で、これはねライトウェイトスポーツカーといっても過言ではない、そんな走りを持ってますよね。速さっていうのは絶対的な速さは全くないんですけれども、もうなんかこのレイアウトだからこそだと思うんですけれども、常に全開で走ってるしスピードが出てないのに常に速く走ってる感じがあるというのがユニークなところです。じゃあせっかくですので首都高にもアクセスしてみたいと思います。シフトダウンして、じゃあせっかくなんで一足に入れてレディーセットゴー。登れ登れ。シフトがねすっごい決まりますね。ケーターハムはもっと短いシフトでこうコクコクするんですけども、これもねかなりですねストロークもセレクトも短い
感じで、しかも割とカクカク決まる感じがあるんで、そこも楽しいところですよね。まあこの乗り方したら燃費は悪そうですけれどもね、とはいえですね、燃費性能は WLTC モードでリッター 17.7 キロを実現しているというところでございます。おお、ジョイントが今すごいな、すごい跳ねっ返りが来たな。でね、何よりももうこれはもうシンプルで、本当に私のケーターハムよりちょっとスイッチが多いかなぐらいの感じですね。これね、ピュアな感覚が存分に味わえるという、本当に本来のこの車のね使用感とか実用インプレッションではもっと違うところを見るんでしょうけれども、私も完全にスポーツカーに乗ってる感じでですねインプレッションしてますので、そこがいいですね。あとアイポイント高いのも結構楽しいんですよね。高いのにこのライトウェイトスポーツの走りの感覚があるっていうのがすごい楽しいですよね。コーナリングも気持ちいいです。ね、ロールが独自のロールで、やっぱフィーリングがすっごいピュアなんですね。本当にケータームももちろんピュアですけれども、それになんかこう通ずるピュアさがあって、いわゆる普通のですねモノコック系の乗用車の軽自動車とはまた全然違う雰囲気がありますよね。まあシートがねこれちょっとちっちゃいんでね、体のホールドとかそういうのはないので、余計にこうハンドルになんか捕まって運転してる感出ちゃいますけれども、これもなんか一つのちょっと味かなっていうところはありますよね。わざとシフトダウンをしてみるというですね、このめちゃめちゃ楽しい。いやこれ楽しいわ、やっぱり相当いいわ。ちょっとねヒール&トゥはしづらいですけれども、まあそんなにレスポンスもビンビンじゃないんで、アクセルで煽ってあげてダウンしてあげれば全然いけますね。このね私のこの MT の握り具合が多分皆さんにこの楽しさとして伝わっておるのではないでしょうか。さあここからは一般道を走っていきたいと思います。この何気ない交差点の曲がるのが楽しいですね。路面の凹凸のこの伝わり感も素晴らしいです。情報伝達が綺麗になされております。これだからね、はい、セレクト方向もこんぐらいで、はい、ストローク方向もこんな感じで、めちゃめちゃいいシフトフィールだと思います。これちょっとぐにゃっとしてるんですけど、そこがまたねたまらんのですね。これねやっぱりアップライトで乗った時はこのぐらいのレバーの長さでちょっとくにゃっとしてた方が気持ちいいですよねっていうところを見るインプレなのは多分これのラブカス TV ぐらいだと思いますけれども、あとこのね蛇腹がまたいいんだよな。このゴム感がまた少しこうクッションになって伝わってくるところがねいいですね。まあでもやっぱりこうして乗ってるとね、車は本当にシンプルなほどにそのいわゆる操る楽しさみたいなものっていうのはね感じやすく味わいやすいものだっていうのはねよくわかりますよね。だからそのパワートレーンが何だとかサスペンションが何だとかっていうところももちろん重要だとは思いますけれども、それをやっぱり飛び越えたその面白さがあるっていうのは機械が極めてシンプルであるっていうところですし、マニュアルだっていうところももちろん大きいですし、だからそういう要素があればあるほどやっぱり車は楽しく感じるし、この車の動力性能で言ったら動力性能という言葉を使っていいのか分かんないぐらいそんなにですね速いとかっていう話じゃないじゃないですか。だけれどもね、その楽しさとはやっぱり全然こう比例しないものがあって、だから遅くてものんびりでも楽しいし、走ってる感があるし操ってる感があるしっていうところをですね感じられるのがいいところですよね。こういうところもだからね面
思ってたよりは全然静かに走りますよね。まあエンジン音とかそういったものがいろいろこう一緒に入ってくるからそういうふうに感じるんだと思いますけれどもね、相対的に静かに感じるというか、そういう部分はあるのかなというふうに思いますけれどもね。ここはペンを入れとくホルダーかな。もうね、普通の道で5速まで使い切りますからね。ギア紐だからね、結構低いっていうのはありますけれどもね。でも逆になんかここまで使い切れちゃってる方が本当に坂のこうね、勾配とかそういうところによるスピードの落ちとか伸びとかみたいなのも感じられるし、逆に面白いですよね。まあ道が荒れたところに来たらこんな感じでロードノイズはね、相当入ってくるときは入ってくるっていう感じではありますけれども、これもまた走っている感触を伝えるという意味ではね、かなりのものがありますね、要素としては。それとブレーキですけれども、ブレーキなんかもですね、今ちょうど止まるところですけれども、コントロール性もですね高いですし、車の動きが本当に伝わりやすいので、そのあたりのですねこの良さっていうのもあって、決して強力なブレーキではないんですけれども、機構がやっぱりシンプルなだけに動力とですね車のですね減速度合いのこのシンクロっていうのはものすごい高いですよね。だから普通のいわゆる乗用車にはない感じのこのソリッドなタッチというか、カッチカチなわけじゃないですけれども、そのどんだけ力がかかっているのかが分かりやすいブレーキだなっていう感じしますよね。これね、こんだけ軽い車なんで、もう一人乗って走ったらまただいぶ走りの感じも違うでしょうし、結構前が重くなる感じではあるでしょうから、相対的にもっとリアが軽く感じるかもしれないですけれども、バランスっていう意味ではね、多分一人で乗ってるのは結構いい状態なんだろうなっていうか、これがギリ走りのバランスが保てるっていうところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、それにしても実に小気味良い走りとはまさにこのことですね。本当にキビキビ走ってる感っていうのがすごいあっていいですね。これはなんかね、この N エンジンで、その全開になるんで、本当にこう回転が伸びていく感じとかもめちゃめちゃ伝わりやすいんですよね。でそこの回転が伸びていく感覚を味わうにも速度がめっちゃ低いんで、ここからだから踏んで、ここで伸びてくみたいなね、これですよね。この感じれるところがまたね、たまらなく楽しいというものになっております。おそらくもうマニュアルがね乗れる人であれば、この感じ、この楽しさはだいぶ伝わってると思いますし、そうですよね。軽トラ乗ったら楽しいっていうのはもう皆さんご存知だと思いますので、私も大学生の時にサッカー部の菅平の合宿で、ね、みんなで軽トラ乗ったというような、そんな思い出ありますけれども、なんか底抜けに楽しいんですよね、ああいうのがね。そのなんかこう感じを味わうことができるというか、そういう車だから当然味わえるんですけれども、それはねたまらないですね。これはだからやっぱり一つ日本のこう文化ともいえるものだったりするわけですよね。軽自動車自体がそうだと思いますし、この軽自動車でキャブオーバーのですね商用モデルというか、作業用モデルを作るっていう発想自体もですね、なかなかに日本的なものだと思いますので、そう考えるとこのねスーパーキャリーはね、特にキャブが大きくて、その通常仕様もねいとわないような感じのものになってますね。だからそこもいいところですよね。ちょっとこうゆとりを持って乗ることができる一台になっているというところが良きでございます。これさあ、というわけで乗ってきましたけれども、このスーパーキャリー、こういった車もね乗る機会っていうのはなかなかないですけれども、今回はね候補者に入ったということでですね、これはまたとないチャンスだなと思ってお借りして試乗しましたけれども、試乗したらですね、普段乗らないからっていうのもありますけれども、相当に楽しい一台だなというところで、もちろん実用性がメインの車なので、そういった部分はですね全然
お伝えする必要もないのかもしれないですけれども、まあこういう車もありますよというところをですねちょっと認識していただければなと思いますので、まあ、またですねアウトドアとかでなんかこう使ってみたいとか趣味の領域でなんか使ってみたいという方もいらっしゃると思いますので、今回ですねあえてのですねレポートをお届けしてきた次第でございます。ちなみにですね ESP もついてますし、レーンデパーチャーもついてますし、自動ブレーキもついてますし、そういったですね安全装備はですね備えてますので、この辺りはご安心いただければと思います。もちろんアダプティブクルーンとかそういったものはないですけれども、はい、ちゃんとですね最低限の装備はですね備えておりますので、ご安心いただければと思います。そして、4駆モデルでデイフロックもついてる車ですから、そういう意味ではですね走破性なんかもですね期待できるところがある1台ですので、よりですね実践的な使用をされる方にとってはこれはなかなか魅力的な1台ではないかなというふうに思います。とはいえ私川口学にとってはですねこのスーパーキャリー、まさに軽自動車のですねスーパースポーツというそんなですね1台だったというところを皆さんにですねお伝えしたい次第でございます。はい、その意味はですねこの私の乗ってる時の顔からお分かりになるんじゃないかなというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブキャス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブキャス TV 川口学でした。いやーいいね。これは本当に乗るともうみんなタモさんになっちゃうと思いますよ。乗った瞬間にね、いやーいいねーって言いたくなりますから間違いないです。